皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、よす。ろしくお願いします。はい、お願いしま今、す。大相撲って、それこそ初日から千秋楽まで全部はい。満員なんですよね。もう初場所前の例、はも大い。阪場所もそうでしうたし、ん。結構面白いなと思う。私もそれでテレビで見ていて、本当に面白いなっていうふうに思うんですけれども、いまいち、なんか閣下総要というか、はい。シャンとしてくれないなと思っていたら、大阪場所では霧島が優勝しました。なんでうん。喜んでいたら、霧島がね、最後負けて優勝を決めて、また負けて、結局12勝3敗で、あれもうちょっとピリッとしてくれたうら、ん。大関復活でよかったのにと思ったりもしたんですね。その一方で藤野川って、これはいいですね。あ彼はあ。本当に、特に7勝7敗で迎えた最後ね、千秋楽にね、どんな勝ち方がするかと思ったら、もう見事な勝ち方で、真うん。正面からぶつかるんですよ。うん。どんな相手にでも。もうそこら辺が見事で、大野里にも勝ったし、それから豊昇龍にも勝ったしと。これはね、まあ、同じ京都出身として、京都出身であんな強いやついたのかなと思うぐらいの、全然雅じゃないなという感じの、喧嘩小僧という感じなんですけれども、本当素晴らしいと思ってます。今回もまた新井太郎さんと佐々木一郎さんに来ていただきました。はい。よろしくお願いします。新井おさん、佐願いしま々木さん、よろしす。く。はい、よろしくお願いしよろしくお願いしどうでます。すか？ます。霧島の復活と藤野川の活躍を今私喋ったんですが、新井さんどうですか？はい。やっぱ、どちらかというと、新井さんは霧島復活の方かな？これから、いやいや、もう、藤野川がもう、持ち味を存分にいい、発揮しましたよね。ねえ、いや、二日藤、連続でね、横綱初挑戦から二日連続で金そう。星を取るとはまさか思わなかったんで、そうそうそう。相手がええどんなに調子が悪かったりとか手抜いたりとかね、したところで、これはできないことですよね。おまけに真正面からぶつかってでしょ？すごいなと思いええましたけれどもね。まあ、切符もいいし、まあ、なんか、性格的にもプロ向きなんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、そうですね。やんちゃ坊主ってええ言ったら怒られちゃいええますけれども、プロ向きっていうのは確かにそうですね。佐々木さんいかがですか？はい。私も本当その通りで、やっぱり、ね。話っぷりもすごくいいですし、そうなんあとは、ですか。やっぱり我々新聞記者としてはなんですけれどえも、エピソードもすごくいいんですよね。例えば、最初、金星挙げたのが、大野里戦が大野里、先ですよね。はい。その日だから懸賞袋の束を持って翌日えですね、父親の兜山親方のところに全部丸々そのまま持ってって、え、プレゼントするとかですね。なそこらるほど。辺のエピソードで、親父も結構嬉しくて感動するみたいな、ははそういっは。たような立ち振る舞いも含めて魅え力的な力士だと思いますね。なるほど。というと、スポーツ記者としては、文章を書くのが楽で良いというようなところもあるんですかね。そうですね。何でも喋るというタイプではないんですけれども、一はい。言一言にやっぱ彼らしい味があって、自ええ分の言葉でやっぱ喋ってくれるっていうあたりは、ああ、僕らにとってはすごく魅力的に感じますね。なるほどね。新井さん、小兵力士っていうのが結構最近活躍してるんじゃないですか？朝青龍関とか。あ、そうですね。まあ、大阪場所では負け越しましたけれども、裏関の人気がすごいですよね。いや、もう、会場一帯がこうね、裏のイメージカラーのピンクに染まるぐらいに、それはうん。そうですね。まあ、すご地元い人気出身ということです。もあったでしょうはい。けれどもね、それにまあ、翔猿とか、いろいろ、なんと言いますか、
脇役という呼び方をしていいのかどうかはわかりませんけれども、もし大野里と豊昇龍がでーんと横綱で構えていたら、見事な、小兵たち、力士たちも活躍している、いいバランスだなと思ってるですけれども、どうですかね、新井さん。まあ、はい、その通りですね。えやっぱり横綱大関に対して、それぞれが自分の持ち味を存分に発揮して、はい。まあ、勝っても負けてもうん。その人らしい相撲を取ってるんで、やっはい。ぱりみんな客席も湧くと思いますし、そうですまあ、ね。本当に個性っていうかね、はい。今、役者がちょうど揃ってる番付だなとああ、思いますね。なるほど。ええ、全体としても役者が揃っそてれぞれがるという。もう個性を持ってて、うん。まあ、キャラ立ちしていると言いますかね。ああ、なるほど。うん。相撲内容も含めて、はい。ですから、見応えのある相撲が多いと思います。うん。満員御礼も決して、なんと言いますか、暇人ばっかり集まったというわけではないというところですね。大相撲の力を見せているというところがありまそうですね。すね。もう内容で見せてると思いますよ。なるほど。佐々木えさんいかがですか？うん。そうですね。やっぱり小兵力士活躍するとお客さんも盛り上がりますし、はい。あとはやっぱり今幕内の平均体重って160キロぐらいなんですけれども、はい。闇雲に体重を増やした方がベターなばかりではないっていうあうたりをん。教えてくれるっていうのは、各界内部も含めてですね、はい。悪いことではないんじゃないかなというふうに思ってます。なるほどね。平均が160キロですか。昔の私なんかが一番子供で興奮していた時代の若乃花、栃錦あたりでしたら平均よりも下ですよね。100、120くらいかな確か。そうですね。やっぱりそのくらいの体重の力士が相撲を取ると、やっぱり攻防がやっぱり面白いではいはい。すよね。はいはい。技がいっぱい出たりとかですはいね、見ていてはいはい。面白い相撲が結構増えたりするんですよね。うん。だけどやっぱなんで体重を増やすかっていうと、その方が有利だからというふうに考えている力士が多いからだと思うんですうん。よ。だからやっぱりうん。小兵が活躍して、体重に頼らず勝てるんだ、お客さんを沸かせられるんだとういうのん。を証明してくれるっていうのは、すごく歓迎すべきことかなという気がしてますね。なるほどね。小兵の活躍も本当私も大好きなんですけれども、そんな中で、熱海富士なんかも頑張って、でっかい力士が頑張ると、やっぱり面白いなっていう気が感じもします。なので、そういう意味では、新井さん、バランはい。スが取れてるっていうか、今の状態ってそういう感じもしますよね。そうですね。もう本当にそれぞれが持ち味を発揮して、はい。まあ、藤の会以外にもね、まあ、吉野家は今回負け越しましたけども、はい。まあ、彼もいずれ、まあ、大関以上を狙えうん。る力士になると思いますしね。うまあ、熱海富ん。士なんかも、まあ、一時三役の手前でね、平幕はい。上位でずっと頭打ち状態というのが1年以はい。上続きましたけども、はい。まあ、ようやくちょっと、殻を破った感じがしますうん。よね。なるほどね。ええ、それと、これから出てきそうな、力士というのはどうですかね。期待できるのは幕内の中だけで考えてみてください。これから、はい。それこそ、大野里、豊昇龍、それから青錦、琴櫻に続いて、挑戦してくる、力士、期待できる力士は誰になりますかね。まあ遅新井さん。ればせはい。ながら、琴勝峰がようやくおー、おー、そうか。覚醒したかなっていう感じではいはいすかね。はい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 。はええ、い。優勝経験のある小琴勝峰が、出そうてきて、ですね。ええ。まあ、スケール的には、琴桜より上だと思うんでね。おー、そうですか。なるほまあ、ど。ようやく、まあ、優勝して以降、ちょっと、2場所負け越しが続いて、まあ、初場所ぐらいから徐々に良くなってきて、はい。はい。まあ、来場所以降もね、うん。まあ、まだ三役ないんですよね、今年。そうですね。次、5月があれかな、新三役ぐらいですかね、ギリもしギリ、かしてね。ギリギリっていう感じですね。まあ、覚醒した感じがありますね。うん。なるほどね。はい。佐々木さんどうですか、そのあたりは。うん。そうですね。白乃富士なんかもまだ三役経験ないんおー、ですけれども、
まだ22歳って若いんですよ。はいで、はい。彼らの場合は、まあ、今場所もそうですけど、どうしてもやっぱ怪我が多いんですよね。うん。でもやっぱりその怪我さえ治れば、うん。相撲は本当リズムで強いですし、はい。持ってるポテンシャルは、どう考えても三役以上の力は持ってると思いますね。なるほど。はい。結構、あれですね、キャラの立った面白い力士がそれこそ結構いるなと、幕内だけでもいるなという感じはある昨今ですね。なかなかそうですね。これは、大相撲界にとっては悪くないことですね。全くというようなところで、新たにまた、もっと下の方からすごい力士が出てくるんじゃないかと言われてるのは、その次の回にするとして、その前に、重量あたりからいかがですか？これ、幕内に上がってきて、来場所以降期待できる力士って言いますか？新井さんどうですか？はい。えーっですね、あの、まあ、カズマっていう力士がいるんでああ、すけども、えなかなか漢字が読めない人ですね。そうですね。私もいつも一位と呼んでしまいますけれども、え一の意見の意と書いて、カズマという。えまあ、彼は、ちょっと物が違うなって感じしますね。おー、そうですか。うん。私、名前の方ばっかり注目していて、それほど取り口に注目したかったけど、強いですか、彼は。そうですね。まあ、この春場所はね、多はい、分、どっか腰を痛めたかなんかで終はい、盤連敗ありましたけども、はい、まあやっぱり恵まれた体格と、ええ。まあ持ってるポテンシャルからしたら、日大時代は草野吉野寺より上だったんですね、その強ああ、さ的には。そうですか。なるほええどね。うですかん、ら、まあ怪我もあってちょっと出遅れましたけども、ええ。まあこれから吉野富士とか、うん。まあ琴勝峰とかね、そのはい。次の時代の争いに当然加わってくるかなと思いますね。ああ、そうですか。佐々木さんはいかがですか？そうですね。若野賞が、まあ、十両の優勝争いして、まあ、優一つ前の勝争い、はい。場所で十両優勝してるんですけれども、はい。次の場所、新入幕になると思います。はい。体決して大きくないんですけれども、うん。本当に切符のいい突き押し、見てて気持ちいい相撲をすごい取るんですよ。で、さらに言うと、港川部屋、まあ、今場所から、港川部屋になったんですけれはい。ども、まあ、貴景勝の弟子っていうあたりもですね、ストーリーとしてはすごおー。く面白くて、はい。注目して見ていると、いずれ幕内でも、話題になる人なんじゃないかなと思ってます。ああ、そうです。若野賞。その貴景勝の弟子というか、直接、なんて言いますか、師弟関係としてかなり強いものがあるんですか、彼ら？そうですね。これ太郎さんも見てると思うんですけども、えあのー僕らまあ、記者室っていうか記者クラブの部屋にいるんですけれどえ、も、ええ。貴景勝の湊川親方って記者クラブ担当なので、まあ、記者室にずっと詰めてらっしゃるんですよ。はそうするとですね、お弟あ、子さんたええ。ちが取り組み終わった後、師匠に挨拶しに来るわけですよね。はい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 。それで、まあ、彼らもう、すごいでかい声で挨拶して、失礼しますって入ってきて、まえあ、指定で話をするわけなんですけえ、ええ。れども、その瞬間、記者クラブの中が相撲部屋の雰囲気に一瞬で変わってですね、なるほど。はい。師匠がどういう話するんだろうと、我々なんとなく聞き耳を立ててしまうんではい、すけど、はい。まあ、その関係性がすごくね、気持ちがいい感じなんですよね。師ああ、匠ももう全力で、弟子育てようっていう気概がすごく感じますし、うーお弟子さんん。たちもやっぱ師匠を信じてついていくっていう感じがすごく見えるんですよね。なるほどで、やっぱりね。稽古場の雰囲気も、港川部屋ってすごくいいって聞きますし、はい。今すぐ幕内で活躍できるかどうかはまだわかりませんけれども、ええ。絶対ファンはつくと思いますね。ああ、そうですか。はい。そうですなるほどね。新井さんどうですか？港川親方。いや、すごく、理にかなった教えあなのあ。と、まあ、あとは、情熱的でもありますよね。あ、そうですか。ええ元貴景勝関があんなに、なんていうんですか、解説者としても、きちんとすごい、わかりやすいことを喋られることにも驚きましたけれどもね、やっぱり親方としてもそういうところあるんですね。
やっぱ、現役時代からも相当勉強されてたっていうあ印象があるんですよね、僕はあ、ね。ああ、相撲の取りそう、口もそうですけども、はい。食べ物で何をどのタイミングで摂取したらいいかとか、あと、ええ、休養を取るにも、一番いい環境はどうするかとか、そはい。のライトの照明までいろいろ全部考えたりして、ああ、そうでうん。すか。あの、現役時代もかなり語ってくれたこともありましてね。はい。まああそういった経験と知識が今弟子に注入されているあ、時だと思うんでね。ああ、そうでまあ将すか。来が部屋としては楽しみですね。なるほどね。そうですか。というか、もう、佐々木さん、私も貴景勝関の現役時代のヒーローインタビューしか聞いたことないんで、おや、ふや、ふやということしか何も言わないということだったんですけども、全然違うんですね。そうですね。やっぱり技術論についてはもう皆さん解説で聞いてる通りで非常にわかえりやすいですえ。はし、い、非常やっにわかりぱ例えもやすい。上手ですし、やっぱわかああ、りやすいかなるほど。ら伝わりやすいですよね。なるほあとは本どね。当に技術面だけじゃなくて一流のメンターでもあると思うんですよ。こうあ人をやる気にさせあ、るというか、腐らせないというか、はい。人それぞれやっぱお弟子さんに対して言うこと違うようなんですけれども、なるほど。その人に合った言い方でその人をやる気にさせる力ってのは相当強いと思ってるんですよね。あだからやっぱりいい部あ。屋になると思いますね。ああ、そうですか。なるほどね。やっぱり人間って変わるもんだなっていうのは、体つきでもかなり変わりましたよね。よくあそこまで痩せるなって思うんですけれども。あれ、佐々木さん、あれ、体大丈夫ですかね、あんなに痩せてもっていいや、うの。大丈夫どころかむしろすごく健康で、むしろああ、今、そボディメイクしてるみたいですけどう。も、えものすごく健康的ですよ。で、こんだけ痩せていながらもやっぱり未だに食事に気遣ってらっしゃるので、本当にどえええこに向かうんだろうとは思いながら見てますけどあね。だって現役の時にあんなに大きかった方が今見たら本当にもうびっくりするぐらいの痩せ方ですよね。そうですね。やっぱうん、現役時代相当無理してたっていうことなんでしょうね。ああ、なるほどね。そうですか。新井さん、港川部屋、だってかなり期待できそうな感じですが。そうですね。いろいろ稽古のシステムを変えたみたいでね。稽おー。古開始が、確か10時ですよね、一郎さん。10時ですね。はい。ね、10時開始ですね。早場所朝じゃ前はというこないんですか。とですね。うん。そおー。れで、まあ、人数もそんな多くないんで、はい。まあ、2時間か3時間ぐらいだと思うんですけども、ええ。まあ、稽古開始時間遅くした分、それだけ休養もたっぷり取れるんでね、はい。毎日いいパフォーマンスで稽古できるんじゃないかなと思うんですよね。なるまあ、ほどね。そういった、はい。まあ、稽あ古と、まあ、食事と休養、これをバランスよく取り入れた、うん。まあ、新たな試みですけども、はい。まあ、注目したいところですよね。ああ、そうですか。私がこの佐々木さんと新井さんに出ていただいているこの番組自体3回連続で大相撲新時代っていう言葉をキーワードにしてきましたけども、それは何も番付だけではなくって何か部屋のあり方とかいろいろ新しくなってきたみたいですね、最近はね。佐々木さんどうですか、そのあたりは。そうですね。やっぱり親方になる人たちがいろいろ勉強して、今までの、なんですかね、こう固定観念みたいなものにはい。とらわれずにトライしてるっていうのはすごく感じますよね。あ港川親方なんて現役時代だって朝4時から稽古してた人あ、なわけはい。ですよ。はい。そういう人そうです。がやっぱ10時からにしようっていうのは、これ6時間差ですからね、なかなかすごい発想だなと思いますよね。すごい発想もすごいけど、それを実行するという改革の意識がすごいですね。ああ、何かもう政治家にしたいなという感じもしてきましたけれどもね。なんか、まあ、そんな大相撲が、まだまだ面白いことがいろいろあるっていう中で、序の口序二段と連続優勝した、なんだこの怪物は、というような話を中心に、最後の回をやってほしいと思います。新井さん、佐々木さん、またもう一回よろしくお願いします。お願いしはい。よます。ろしくお願いします。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、大相撲大阪場所を振り返る新時代はまだ始まらないのエピソード3、
史上最強の新弟子、序の口序二段優勝の旭富士はどこまで記録を伸ばすのかです。引き続き新井さん、佐々木さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。